皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、ヤスミン対策第3弾、攻撃もできるヒーラー、セレステ編です。これまでずっとヘリオスを紹介してたんだが、今度は新しい対策なんだぜ。そうなんだよ。ヘリオスとセレステを組み合わせて、さらにヤスミンに対策することができるんだよ。それじゃ、早速説明よろしく頼むぜ。オッケー。では、ヤスミン対策にセレステを採用するという作戦の説明です。具体的にどういう作戦なのか詳しく教えてほしいぜ。まあ作戦というほど立派なものでもないけどね。まず、セレステが採用されることでマーサと回復薬が変わります。回復薬は完全にセレステに交代するんだな。そうですね。二人とも採用する場合もありますが、今回はセレステのみにします。残りのメンバーはどうするんだ？まず、ヤスミンに対して強いヘリオスは欠かせないですね。これまでの動画でも大活躍だったしな。特に、ヘリオスにセレステが加わった形が非常に強いと思ってます。ということは、ヘリオスとセレステを組み合わせた対策なんだな。そういうことです。ヘリオス単体よりも強力だと思ってます。そうなのか。それじゃどのくらい強力になったのか。実際に説明を頼むぜ。まず、簡単にセレステの特徴を説明するよ。セレステは簡単に言えば攻撃薬と回復薬の両方ができるっていう利点があるんだよね。攻撃薬もできるのは実際にどのくらい役に立つのかだな。そうだね。そこがマーサとの大きな違いだと思うよ。攻撃薬ができることがセレステを採用した一番の理由だと思うね。セレステは、通常攻撃がマジックアタックに依存してて、高いダメージを相手の前衛に与えることができるから、序盤からカークと一緒に相手の前衛をいじめることができるんだよ。相手のヤスミンの配置にもよるんだけどね。なるほどな。ウプ主はカーク使いっていうのがちょっと隠れた前提だったな。そうだね。気づいてた人はいるかもしれないけどね。実際にヘリオスとセレステが有効なヤスミンの配置について後で説明するんだけど。まずは、実際に戦闘シーンを見てもらって説明するよ。その方が話が早いな。その前に、今回の自分と相手の構成を説明させてもらいますよ。こっちは、カークフェイスレスに、ヘリオスとセレステを入れてます。今回のレ夢ムの言う作戦っていうやつだな。カークと一緒に前衛をいじめる作戦っていうことでいいのか？そういうことだよ。相手は、双子にヤスミンを加えた構成なんだけどね。そうだな。かなり手強そうな相手に見えるぜ。実際のところどうなるか、そこに注目してもらいたいね。さあいざ試合開始ですよ。相手は格上の双子、どうなるか見ものだな。セレステがアスタロスに16000の追撃、いいですね。そろそろヤスミンが飛び込むぜ。ヤスミンがカウンターされて撤退です。作戦成功です。アスタロスが序盤から攻撃されてヤスミンが再生できなかったんだな。そうそう、これも一つの作戦の一つだよ。なあ、レ夢ム、形勢厳しくないか？まだ終わらんよ。なかなか際どいところだな。ここからの盛り上がりに期待してもらいたいね。カーフ負けたやんけ。負けちゃいましたね。結局、この後どうなるんだ？もちろんご想像通り負けますよ。まあ、そうだわな。まあ、勝負には負けてしまったけど、結果としては良かったと思うよ。とりあえず、対戦結果を見てもらおうかな。とりあえず、今回は負け戦になったわけだが、ここから何か得られるものがあったのか？もちろん、ありありよ。これから説明するから、しっかり聞いててほしいね。それじゃあ、よろしく頼むぜ。まず、この戦闘結果から見ても、わかることがいくつかあるよね。対戦相手はかなりの強豪だった？そうだね。パワーを見てもわかるけど双子ではかなり強豪の相手だったよ。前衛のアスタロス以外全員パワーが10万超えしてるのはなかなか強烈だな。改めてデータで反省すると結構すごい相手と戦ってたんだよね。でも序盤だけ見れば結構惜しかった気がするんだけどな。お、マリサ、よく見てたね。そうなんだよ、そこを見てもらいたかったんだよ。今回はうまくカウンターが決まったこととアスタロスにも攻撃が集中したことが重なって、すぐにヤスミンが撤退することになったんだよね。そうなると相手の攻撃力が一気にダウンするっていうことだな。そういうことだよ。ひとまずさっきの場面だけでも、もう一度見てもらいたいね。
セレステは、アスタロスに16000もダメージを与えるんだよね。カークの攻撃の上乗せと思ってくれたらいいよ。あとヤスミンにカークは2回当ててるから、5万もダメージが当たってるんだよ。ヘリオスのカウンターで死にやすくなってたってことか？ヤスミンの一番スキル発動前に体力が少なかったら、ヤスミンが死ぬ可能性が高かったからね。結果的に、セレステとカークがアスタロスを倒して蘇生させてたから、ヤスミンは蘇生できない状態に追い込まれてたからね。ヤスミンは体力が半分ぐらいしかなかったのにそれは結構厳しいな。これが一つの攻略法だね。セレステとカークで、アスタロスを集中放火して、蘇生はアスタロスに使わせて、ヤスミンはカウンターで自爆させる。ヤスミンはカウンターが分かってても攻撃せざるを得ないからな。そうなんだよね。今回はうまく序盤の攻撃が決まってヤスミンたちを討ち取ったわけなんだけど、後衛の3人に惜しくもやられてしまったからね。まあ、それなりに惜しかったといえば惜しかったな。ちなみに、フェイスレスとヨルガンを交換させてみたら、双子にいい勝負ができたんじゃないかなって思ったりしてますよ。割と面白いかもしんないな。ヨルガンでスキルを封じ込めた方が双子には効果的かもな。フェイスレスよりもヨルガンの方が双子には効果的だったかもね。実際に後半はいい勝負だったしな。また戦える機会があれば次はヨルガンに変えてやってみたいね。そうだな。話は変わるけれど、セレステが有効だと思うヤスミンの配置について説明するよ。配置？そういえば、そんなこと言ってたな。そうなんだよ。ヤスミンがいるからヘリオスとセレステを使うっていうわけじゃないんだよね。ヤスミンの配置によって使えるとか使えないとかあるのか？そういうことだよ。マリサは物分かりがいいからありがたいね。とりあえず、わかりやすく説明してほしいぜ。自分の攻略法だからもしかしたら他の方法もあるかもだけどね。ヤスミンの配置は、2番目より前にいるのが有効だよ。今回の双子が有効なパターンだったわけだな。セレステとカークで、アスタロスをいじめたってやつか？そうそうそのやつだよ。二人がかりでいじめたやつだね。あと、ヤスミンが前衛にいると、カークの攻撃が当たるのが大きいよ。カークの普通の攻撃はそれだけでもかなり痛いんだぜ。こんな感じかな？ボケてないのに避けれないよマリサ。ごめん。でも、これでカークの凶悪度は伝わったと思うんだぜ。間違いないね。ちなみに3番目とかにヤスミンがいるとこの作戦は使えないのか？効果は低いんじゃないかと思ってるよ。結局のところ、ヤスミンがカウンターで倒れやすいように、事前に体力を減らしておきたいっていう考えなんだよね。なるほどな。今のメンバーだと、3番目以降への攻撃は難しいのか？多分、難しいんじゃないかな。代わりに、オリオンを採用するっていうのも一つ考えてみたけどね。それだと、構成はどうなるんだ？自分が考えてみたのはこんな感じかな。なかなか。フェイスレスとオリオンを交換してみたよ。安定の交換要因だな。まあ、交代するにはぴったりの相手だからね。ただ、オリオンはレベルとスキルしか育ってないっていうのがあるんだけど。まあいずれは育てることになるから期待してもらいたいね。とりあえず、セレステを使うことになって、勝率は上がってるのか？上がってると思うよ。もちろん、格上に挑んで負ける時も多いんだけどさ。割と、セレステが前衛をいじめるケースが多いのはありますよ。もちろん、それは逆のパターンもあってね。逆のパターン？相手にセレステがいるときは、自分のアスタロスがいじめられやすいってことね。その分注意する必要があるっていうことが分かったんだよ。そうなると、どうなるんだ？アスタが先に倒れて、カークが倒れた時には蘇生できないっていうことになるかもね。そいつはかなりまずい展開なんだぜ。だから、相手にセレステがいる時は、結構注意するようになったよ。セレステのことを知って、かなりいい収穫になったわけだな。そうだね。実際に、マーサとセレステのどっちがいいかとか、色々と検討できるからね。まあそういう意味では考えることが増えるから面白いかもしれないんだぜ。もちろん、カークを使わないっていうのも一つの手段かもしれないけどね。今の手持ちの駒は、やっぱりカークだからそこは悩みどころなんですよね。でも、カークを使ってる人は多いだろうからきっと大丈夫なんじゃないか？とりあえずカークは人気なアタッカーだし、カーク使いの目線でも、これからも情報を集めていったらいいと思うんだぜ。そうだね。それは思ってるよ。ウプ主のカークも赤カークまであと少しってところだし、これからもっと強くなると思うんだよね。とりあえず、今の強さがどのくらいなのか、見せてくれたら早いと思うんだぜ。それもそうだね。また別の機会に紹介させてもらいますよ。まあ、今回はセレステの強さを紹介するということ、なんだぜ。ヤスミンが前衛にいる時はセレステの方が効果的な時が多いという印象でした。相手のタンクによってもまた変わってくるのか？
そうだね。アスタロス、ヤスミンの時が一番有効だと思いますよ。まだアスタヤスミンのデータが多くはないのですがね。今後の宿題にさせてもらうってことだな。セレステとカークでヤスミンたちをいじめる方法、一度試してみてはいかがでしょうか？参考になった、面白かった、次回に期待してくれる方は、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。少しでも参考になってくれると嬉しいんだぜ。そうだね。ヤスミン対策がこれまで以上にできればと思いました。それではまた次回の動画で会おうぜ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。